23年前、この港で消えた子がいると、老人から聞いたことがあった。名前も、顔も、詳しくは知らない。2003年、ラオス北部、ルアンパバーンの廃校倉庫、その場所で、ある男が23年間を過ごした。これは、実際に起きた話だ。夜の3時を過ぎた頃だった。倉庫の外で、音がした。笑い声だった。子供の笑い声。男は息を止めた。この港には子供などいない。夜中に来る人間もいない。それでも声は聞こえた。近づいてくる。また近づいてくる。男は立ち上がり、壁に手をついた。その瞬間、気づいた。壁に手形があった。小さな子供の手形。それがいくつも並んでいた。俺は23年間ここにいる。男はそうつぶやいた。毎日死者の名を呼んだ。朝に呼び、夕に呼び、嵐の夜にも呼んだ。それが自分の役目だと信じていた。だが、その夜に限って何かが違った。笑い声は止まらなかった。壁の手形は増えていた。倉庫の奥から冷たい風が吹いた。男は振り返った。暗闇の中に輪郭が見えた。小さな子供の輪郭。23年前にこの港で消えた子供がいた。名前も記録も残っていない。ただ一人の管理人だけがその名を知っていた。その子はなぜ今夜戻ってきたのか。男が23年間呼び続けてきた名前の中にその子の名もあった。ずっとあったのだ。これは怪談ではない。これは記憶の話だ。忘れられたものが忘れないでいたものを探しに来た夜の話だ。次のパートではこの男の日常、そして23年間の孤独な務めから始まる。私の名前はソムサック。ラオス北部ルアンパバーンに生まれた。62年、この町だけで生きてきた。若い頃はメコン川沿いの市場で果物を売っていた。朝早く起き、身を担ぎ、汗をかいた。それが私の生きる術だった。40歳を過ぎた頃、転機が訪れた。町の外れに古い墓地がある。管理する者が誰もいなくなっていた。地元の長老が私を呼んだ。ソムサック、あそこを頼めないか、と断る理由が私にはなかった。以来、23年が経つ。毎朝、夜明けとともに墓地へ向かう。草を刈り、石碑を吹き、名前を読み上げる。名前を呼ぶことが私の務めだ。忘れられた者に声を届ける。それだけが私にできることだった。墓地のすぐ裏手に廃校がある。かつてメコン川の物資が集まった古い倉庫群だ。今は誰も使わず、朽ちるに任せている。壁は苔に覆われ、屋根は傾き、風が吹くたびにきしんだ。昼間でも薄暗く、鳥さえ寄りつかない場所だ。私は毎日、その前を通り過ぎる。ただ、通り過ぎるだけだった。立ち止まることなど、これまで一度もなかった。あの夜が来るまでは、2026年5月の末のことだ。雨季の始まりを告げる。重い空が続いていた。湿気が肌にまとわりつき、夜でも息苦しかった。その日の夕方、私はいつも通り、墓地を閉めた。石碑を一つ一つ確かめ、名前を最後に読んだ。風が、妙に生暖かかった。家に戻り、夕飯を済ませ、横になった。眠れなかった。理由は、わからなかった。ただ、何かが、引っかかっていた。胸の奥の、どこか深いところで、名前を呼び忘れた者が、いる気がした。私は起き上がり、懐中電灯を手に取った。夜の墓地へ、もう一度向かうつもりだった。月も出ていない。暗い夜だった。墓地への道を歩きながら、ふと気づいた。廃倉庫の方角から、
音がしている。風ではない。もっと柔らかい音だ。高く、細く、まるで糸のように空気を揺らす音。子供の笑い声だった。次のパートでは、その笑い声がどこから来たのかが明らかになっていく。懐中電灯を握りしめたまま、私は立ち尽くしていた。配送庫の方角だ。間違いない。耳を澄ます。風は止まっている。草木も揺れていない。それでも確かに聞こえた。子供の笑い声が。私はゆっくりと足を踏み出した。砂利が靴の下でザリとなる。その音さえも今夜は妙に大きく聞こえた。配送庫は墓地の北端に立っている。ルアンパバーンの古い港にかつて荷物を保管していた建物だ。川の増水で使われなくなり、もう何十年も放置されている。壁は苔むし、屋根の一部は崩れている。夜になれば誰も近づかない場所だ。私でさえ近づきたくない場所だった。笑い声は止まらない。高く、細く、まるで水面を滑るように夜の空気を揺らしている。子供の声に聞こえる。だが、この時間に子供がいるはずがない。私は立ち止まり、息を整えた。気のせいだ、と思おうとした。23年間、ここで働いてきた。夜の墓地で、不思議な音を聞いたことは何度もある。風が作る音、川が運ぶ音、鳥が立てる音、それらを、私はすべて理由のある音として、受け流してきた。今夜も、そうすればいい。足を止め、背を向けようとした。その瞬間だった。空気が変わった。冷たい。ではない。むしろ、生温かい空気が、ふわりと頬を撫でた。それなのに、肌が泡立った。背筋を、細い針が走るような感覚があった。鼻の奥に、何かが届く。花の匂いだ。この季節には、咲いていないはずの花の匂いが、甘く、重く、どこか懐かしいような香りが、夜の空気に混じっていた。私は再び、配送庫を見た。暗闇の中に、建物の輪郭が浮かんでいる。崩れかけた壁、錆びた扉、何も、ない。私は深く息を吸い、その場を離れた。宿舎へ戻り、布団の中に潜り込んだ。その夜は、もう眠れなかった。笑い声が、耳の奥に残っていた。花の匂いが、まだどこかに漂っているような気がした。何かがいる、という確信が、静かに育ち始めていた。翌朝、私は配送庫へ向かった。昨夜のことを確かめるために、そして倉庫の壁に、それを見た。壁に、それはあった。小さな手の跡、白い漆喰の上に、くっきりと残された。子供の手形。私は、その場に立ち尽くした。足が動かない。声が出ない。息をするのも、忘れていた。手形は、一つではなかった。二つ、三つ、四つ、扉から奥へ向かって、点々と続いていた。まるで、何かを追いかけるように、あるいは、何かを招くように、私は23年間、この場所を守ってきた。死者の名を呼び、花を供え、石を清めてきた。例のことを、誰よりもよく知っていると思っていた。しかし、これは違った。これは、知っている何かではなかった。手形の縁は、まだ湿っていた。触れると、指先に冷たさが伝わってきた。体温ではない。石の冷たさでもない。もっと深い。何か別のものだった。私はゆっくりと、視線を動かした。壁の奥、かつて扉があったはずの場所。今は塞がれて、古い木材が打ち付けられている。その木材の隙間から、光が漏れていた。外の光ではない。朝の白い光ではなく、もっと淡い、青みを帯びた光だった。私の心臓が強く跳ねた。昨夜の笑い声が蘇る。あの軽やかな幼い声、花の匂いと一緒に漂ってきた。
あの気配、足音が聞こえた気がした。小さな、裸足の足音、振り返った。誰も、いない。倉庫の中は静まり返っていた。朝の光が埃を照らし、空気が薄く揺れていた。ただ、手形だけが、そこにあった。私は、その手形の前にしゃがみ込んだ。一番小さな手形に、そっと自分の手を重ねた。こんなに、小さかったのか、4歳か、5歳か、それくらいの子供の手だ。23年前、この港で消えた子がいると、老人から聞いたことがあった。名前も、顔も、詳しくは知らない。ただ、あの子は、まだここにいる。と、老人は言っていた。私はその話を、ずっと信じていなかった。信じていなかった。はずだった。立ち上がろうとした瞬間、背後で、木がきしむ音がした。ゆっくりと、私は振り返った。そして初めて、見た。次の夜、ついに、その子は私の前に姿を現した。次の夜、私は眠れなかった。の外で、風が鳴いていた。ランタンの炎が、小さく揺れた。静かだった。静かすぎた。その静寂の中に、何かが、潜んでいた。私は息を潜め、耳を澄ませた。足音は、しなかった。気配だけが、近づいてきた。ゆっくりと、壁際に目をやった瞬間、手が触れた。子供の手ほどの大きさの、白い跡が、壁に浮かんでいた。一つではなかった。二つ、三つ、そして四つ。まるで、何かを探すように、壁を張っていた。心臓が、大きく跳ねた。立ち上がろうとした。膝が震えて、動けなかった。その時だった。声が、した。先生、日本語ではなかった。ラオスの言葉でもなかった。それは、どこの言葉でもないような、幼い声だった。しかし、確かに私の名を、呼んだ。私の名前を、息が、止まった。振り向けなかった。全身が、凍りついていた。1秒、2秒、3秒、そして、ゆっくりと、私は顔を上げた。の奥、暗闇の中に、小さな影が立っていた。輪郭は、薄かった。まるで煙のように、揺れていた。しかし、目は、はっきりとしていた。黒くて、深くて、何かを訴えるような瞳だった。私たちの目が、あった。その瞬間、身体の感覚が消えた。恐怖でも、なかった。ただ、胸の奥が、締め付けられるような、痛みに似た何かが、広がった。その子の口が、もう一度、動いた。ここに、いるよ。声が、震えていた。泣いているのか、笑っているのか、わからなかった。風が止んだ。炎が消えた。の中が、完全な暗闇に包まれた。そして次の瞬間、また炎が戻った時、影は、もう、いなかった。壁の史跡だけが、残っていた。私はその夜、夜明けまで、その場を動けなかった。その子が、23年間、名前を呼ばれるのを、待っていたのだと、その時初めて、気がついた。翌日から、私の日常は、静かに、崩れていった。翌朝、私は、目が覚めた。しかし、何かが、違った。空気が、重かった。室内の隅に、視線を感じた。誰もいない。それでも、確かに、感じた。墓地の仕事は、続いた。名前を読む。線香を備える。草を刈る。23年間、繰り返してきた。同じ動作だった。ところが、その日から、動作のたびに、後ろが気になった。振り返る。誰もいない。また振り返る。やはり、誰もいない。それでも、足音のような、気配が、消えなかった。3日目の夜だった。台所に立っていると、床が、きしんだ。私の足ではない。別の、小さな、足音だった。一歩、また一歩、近づいてくる。
私は包丁を置いた。息を止めた。足音は止まった。沈黙が重く広がった。その夜から眠れなくなった。目を閉じると、あの壁の史跡がまぶたの裏に浮かんだ。小さな手のひらの形。細い5本の指。子供の手だった。4日目の朝、異変はもっと近くに来た。窓に曇りがあった。外から触れた跡のような白い跡。高さは私の腰ほどしかない。大人では届かない位置だった。私は窓の外を見た。土の上に足跡はなかった。それがさらに恐ろしかった。5日目、倉庫の前を通った時、宙から音がした。かすかな鈴のような音。私は立ち止まった。扉を見つめた。開けるべきか、引き返すべきか。足が動かなかった。音はまたした。1度、2度、3度、規則正しく繰り返された。私は深く息を吸い、扉に手をかけた。聞いた瞬間、音は止んだ。中は暗く静かだった。しかし、床に泥の跡があった。小さな足の形をした泥の跡が倉庫の奥へと続いていた。私は23年間ここで働いてきた。死者と共に夜を越えてきた。恐ろしいことは慣れているつもりだった。しかし、この恐怖は違った。これは死者の気配ではなかった。生きているような温かさがあった。私を探しているような必死さがあった。その夜、私は初めて理解した。この子はただ怖がらせたいのではない。何かを伝えようとしている。そして、その何かが分かりかけたとき、私の背後で再び笑い声がした。次の瞬間、すべての答えがその子の正体とともに明らかになろうとしていた。その夜、私は震える手で古い記録を開いた。倉庫の隅に長年積み上げられた港の管理台帳、埃まみれのその束の中に一冊だけ異質なものがあった。色が違った。紙が違った。まるで誰かが私のためにそこに残したように、その一冊だけが浮かび上がって見えた。ページをめくった。日付は2003年、今から23年前、記されていたのは、ある家族の名前だった。父親、母親、そして7歳の男の子、ルアンパバーン校の移転工事が始まった年、この倉庫が閉鎖される直前のことだった。その家族は、この港の最後の番人だった。父親は毎晩倉庫に灯りを灯し、荷物を守っていた。男の子はその父親の背中が好きで毎をついてきていたと記録には書かれていた。ある夜、工事の混乱の中で男の子は行方不明になった。捜索は3日間続いた。しかし見つからなかった。港は閉鎖された。家族は去った。そしてその子の名前だけが台帳の最後のページに一つ残されていた。私はその名前を声に出して読んだ。その瞬間だった。倉庫の空気が変わった。冷たさが消えた。笑い声が止まった。静寂の中に何か温かいものが満ちてきた。気づいた。この子はずっと自分の名前を呼んでもらうのを待っていたのだ。23年間、誰もこの台帳を開かなかった。誰もこの名前を知らなかった。墓地の管理人である私が死者の名を呼び続けてきたように、この子もまた名を呼ばれることをずっと求めていた。なぜ私だったのか、それは
私だけが、毎夜、名前を呼ぶ人間だったからだ。墓石の文字を、指でなぞり、声に出して、読み上げる、その習慣を、23年、続けてきた。この子には、その声が、届いていたのだ。大腸を、胸に、抱いた。目の奥が、熱くなった。怖くは、なかった。ただ、深く、深く、悲しかった。名前を、もう一度、呼んだ。今度は、はっきりと、祈るように、すると、背後で、もう一度だけ、かすかに、笑い声がした。それは、もう、怖くなかった。穏やかな、幼い、笑い声だった。次の夜、私は、あの子と、初めて、向き合うことになる。翌夜が、やってきた。私は、倉庫の中に、一人で、立っていた。大腸を、左手に、抱きしめて、ランタンの炎が、揺れている。壁の手形は、変わらず、そこにあった。小さな、小さな、子供の手。私は、動かなかった。ただ、待った。しばらくして、空気が、変わった。ひんやりとした風が、どこからか、流れてきた。扉は、閉まっている。窓も、ない。それでも、風は、確かにあった。足音が、聞こえた。小さな、裸足の、足音、コツ、コツ、と、奥の闇の中から、近づいてくる。私は、息を、止めた。ランタンの炎が、激しく揺れた。そして、消えた。完全な、闇だった。何も、見えない。聞こえるのは、自分の鼓動だけ。次の瞬間、目の前に、光が、現れた。青白い、淡い、光だった。それは、子供の輪郭を、していた。背丈は、7歳か、8歳ほど、古い布の服を、まつわっている。顔は、はっきりとは、見えない。ただ、その目だけが、光っていた。澄んだ、深い、目だった。私は、震えなかった。不思議なほど、落ち着いていた。声が、出た。ソムチャイ。大腸に刻まれた。その名前を、私は呼んだ。23年前に、この港から、消えた子の名前を、光が、揺れた。かすかに、揺れた。まるで、答えるように、私は、続けた。ずっと、ここに、いたのか。光は、動かない。ただ、その場に、佇んでいる。私は、大腸を、開いた。暗闇の中でも、その名前は、わかった。指で、なぞった。お前の名前は、ここに、ある。誰も、忘れていない。私が、毎晩、呼んでいた、その瞬間だった。光が、ふわりと、大きくなった。子供の輪郭が、少しだけ、鮮明になった。口元が、見えた。微笑んでいた。泣いているような、笑顔だった。私の目から、涙が、こぼれた。恐怖では、なかった。悲しみでも、なかった。何か、もっと、深いものが、溢れてきた。光は、ゆっくりと、薄れていった。足音が、遠ざかる。コツ、コツ、と、今度は、奥へ、奥へ、と、やがて、すべてが、静かになった。ランタンが、再び、灯った。私は、その場に、長い間、立ち尽くしていた。翌朝、壁の手形は、消えていた。あの子は、ようやく、行けたのかもしれない。翌朝、私は墓地を、一つ一つ、回った。いつもと、同じように、名前を呼びながら、草を払いながら、ただ、何かが、違っていた。空気が、柔らかかった。長い間、この場所には、重さがあった。言葉にはできない。あの重さが、朝の光の中で、少しだけ、薄れていた。私は、それを、確かに感じた。
子供の手形が消えた壁の前に立ち止まった。石の表面は乾いていた。あとは何も残っていなかった。まるで最初から何もなかったように、私はその壁に手を当てた。ひんやりとした。それだけだった。それだけでよかった。あれから私の夜は変わった。恐ろしくはない。ただ静かになった。23年間、この墓地に寄り添ってきた私には、夜の音のすべてが聞こえていた。風の向き、虫の鳴き方、葉が揺れるリズム、それらは今も変わらない。ただ、あの子の笑い声は、もう聞こえない。一度だけ、聞こえたきり、消えた、寂しいか、と問われれば、正直に答える。少し、寂しい。あの笑い声は、確かに、この場所にあったぬくもりだった。幽霊だとか、たたりだとか、そういう言葉で語るものではなかった。ただ、帰れなかった子が、ようやく、帰れたのだと、私は思っている。それだけで、十分だった。管理人という仕事を、人は時折、不思議そうに見る。怖くないか、と聞く。なれるものか、と聞く。私はいつも同じように答えてきた。怖いのは死者ではない。と忘れられることが怖いのだ。と、あの子もそうだったのかもしれない。23年間、誰にも名前を呼ばれなかった。誰にも存在を知られなかった。それがあの子をこの場所に留めていたのかもしれない。私は今も毎朝同じように名前を呼ぶ。刻まれた文字を指でなぞり、声に出して読む。それが私にできる唯一のことだから。あの夜から一つだけ変えたことがある。名もない石の傍らにも手を合わせるようにした。名前がなくても記録がなくても確かにそこにあったものへ声を届けるために次に話すのはこの物語の終わりについてだ。ルアンパバーンの夜が私に残したもの。あの夜から時間が経った。どれだけ経ったかもう数えていない。ただ確かなことがある。あの感覚は今も戻ってくる。深夜、静かに風が止んだ瞬間、墓石の間を何かが通り抜けるような気配。その度に私は動かずにいる。振り返らない。声も出さない。ただ耳を澄ませる。笑い声は聞こえない。あの夜のように明らかな音ではない。けれど何かがいる。そう感じる夜が今もある。倉庫の壁に残った手の跡は翌朝には消えていた。誰かが拭いたわけではない。雨も降っていなかった。それなのに跡形もなく消えていた。私はその場所に一輪だけ花を置いた。名前も年齢もわからない。ただ確かにそこにいた子供のために23年間私はこの場所を守ってきた。死者たちの名を呼び声を届けてきた。でもあの夜初めて気づいた。私が呼ぶ側だと思い込んでいた。違った。呼ばれていたのは私の方だった。記録に残らない命がある。歴史の隙間に落ちてしまった存在がある。誰にも名を呼ばれないまま時だけが過ぎていく。それでもその命は消えてはいない。ルアンパバーンの夜が私に教えたのはそのことだった。今朝も私は墓の前に立った。刻まれた文字を指でなぞった。声に出して名を読んだ。名もない石の前でも手を合わせた。風が少しだけ揺れた。答えるようにこの物語に終わりはない。あの子がどこへ行ったのか私にはわからない。ただもう泣いてはいないとそう信じている。笑い声は恐怖ではなかった。帰る場所を探していただけだった。私はこれからもここにいる。死者の名を呼びながらこの場所を守り続ける。もし
また気配を感じる夜が来たとしても、今度は怖くない。